皆さんこんにちは。今回は福岡空港の国際線ターミナルに来ております。今回の動画は久しぶりに海外旅行の動画です。日付としては2025年の11月25日火曜日、時刻はまだ8時台です。ここ数年で福岡空港の国際線は大きく変わりました。福岡に住んでいるけれどコロナ以降福岡空港から海外に出たことはないという方はですね、結構びっくりすると思います。昔は入ったらセブンイレブンがあるだけで端っこの方に Wi-Fi のレンタルスペースがあるだけといった感じだったんですが、もうそういった頃の面影というのは全然ないです。とはいえエスカレーターを登って出発ロビーの方に移動してみると、このように見慣れた光景が広がってきます。今回乗るのは10時出発のソウルインチョン空港行きエアソウルさんの飛行機です。横の方を見てみるとすでにゲートに行けと書いてあるので移動していきます。エアソウルのキャラクターは日本でも LINE でおなじみの、名前は知りませんがクマのキャラクターです。ちなみに手荷物検査がある場所というのも大きく変わっています。昔はこの柵の内側に入り口があったんですが、もう物置になっていますね。では手荷物検査の場所はどこに移動したかと言いますと、こっちですね。出発と大きく書かれています。当然手荷物検査のあたりは撮影はできませんので、中に入っていきましょう。中に入るとこんな感じ、免税店エリアが出来上がっています。海外の空港に比べると小さいものではありますが、昔と同じような感覚で行ってしまうと免税店エリアを抜けるのに少し時間がかかるといった感じでしょうか。とはいえ昔と比べてみると国際空港らしさがものすごく大きくなったなという感じです。おそらくあそこに見えているのは博多織、日本や福岡の名産品を紹介するコーナーもあるようです。博多フードホールと書かれたフードコートも出来上がっていました。さすが福岡と言いますか、当然のようにラーメンが一番前に置かれています。さて免税店エリアを抜けてきますと、この辺りは昔らしい雰囲気が少し残っていますね。天気も良くて旅行日和となっております。なお撮影は11月の後半ということもありまして、まだ中のお店は準備中ということも多いんですけれど、この動画が公開されている頃にはほとんどのお店が営業を開始していると思います。大きさで言うと 1.5 倍くらいになったんですかね。それではエアソウルの飛行機に乗り込んでいきます。エアソウルさんは名前からわかるかと思いますが、韓国の航空会社です。アシアナ航空といった有名な航空会社があるんですが、その子会社となっています。日本から韓国というのはね、もう本当にすぐ着きますので、座席が狭いとかそういった心配は全くありません。実際そんなに狭くなかったかなと思います。ということで国際線ターミナルを離れて滑走路へと向かっていきます。福岡空港はこの滑走路においても拡張工事を行っておりまして、1本だった滑走路が2本に増えました。もしかしたら新しい方の滑走路から飛び立つことができるかなというふうに思っていたんですが、今回は昔からある第一滑走路の方から離陸です。眼下には福岡市の街並みが見えてきます。ちょっと空気がガスがかかっているようで遠くは見えませんね。目の前に何が置いてあるのかなというふうに確認してみると、こちらは安全上のしおりです。使われている言語は英語と韓国語でした。そしてもう一つ見てみると、こちらはカフェミントと書かれています。軽食、お菓子、そういったもの。値段の表記を見てみると、韓国のウォンですね。7000ウォンが日本円で700円。計算方法は0を1個消せばいいので簡単です。天気が良くて嬉しいなというふうに思っていたら、それは雲の上だけの話でした。浅い海がずっと向こうの方まで干潟のようになって続いている、そんな光景が見えてくるとインチョン周辺です。天気はあまり良くありませんが、何はともあれ韓国のインチョン国際空港に到着です。すぐに着きました。ソウルは東京よりも近いですからね。まずは鉄道に乗ってソウルの中心地へと向かっていきます。ソウルへの移動はこちらのインチョン国際空港鉄道が便利です。ご覧の通り日本語に対応しておりますので、迷わずにチケットを購入することができます。ということで12時発の切符を購入しました。だいたい50分くらいでソウルに到着するようです。チケットには指定席の情報が書いてあります。2車両目の6の D 席。
駅構内の案内板を見てみると、2車両目はもっと向こうですね。ということで案内板を見ながらドアに2車両目と書いてある場所までやってきました。そして中に乗り込んだら6の D 席を見つけて、あとは座るだけです。この辺りのシステムは日本と文化圏が近いということもあり、全く迷う必要がありません。ある程度進んでいきますと、このように地下から地上へと出てきます。インチョン空港はソウルから少し離れた場所にある海の上に浮かんだ島に作られた空港ですので、海を渡って陸地に向かっていかなければなりません。間には大きな橋がかかっており、電車はその橋を通って陸へと向かっていきます。古くからソウルの玄関口としての機能を持つ港湾都市としての役割を持っていたこのインチョンは、ご覧のように現在も物流の拠点として活躍しています。説明が遅れましたが、今回の旅行の目的は1950年、今から約75年前に勃発した朝鮮戦争の足跡をたどることです。現在僕がいるこのインチョンも朝鮮戦争においてものすごく重要な場所になってきたんですが、その話はまた後でしていこうと考えています。周りの建物も現代的なものになってきました。都市部に近づいてきたようです。車両は途中で地下に潜ります。もうそうなるとソウル駅は本当にすぐそこです。さて、韓国の首都ソウルに到着です。さすが韓国と言いますか、超大画面の広告が打たれています。駅を出てすぐには韓国の国旗である太極旗がお出迎え。とりあえずホテルの方向に向かっていきましょう。少し歩いた先にあるこちらのレンガ造りの建物が旧ソウル駅の駅舎です。かつて日本が朝鮮半島を統治していた頃に作られたもので、東京駅に見た目がすごく似ていると思います。設計者が同じというわけではありませんが、東京駅が作られた約10年後にこちらの京城駅、現在のソウル駅が作られたということで、建築様式が似ているんです。この旧ソウル駅のすぐ横の方に目を向けてみると、何やらあちらに銅像があるのが見えてきます。日本では515事件によって犬養毅が殺されるといった話を知っている人は多いと思いますが、その犬養毅の次に総理大臣になったのが斉藤誠といった人物です。その斉藤誠はかつて朝鮮総督といいまして、簡単に言うとこの朝鮮半島を治めていた長官なんですが、その朝鮮総督に就任したことがありました。そうやってソウルにやってきた斉藤誠に爆弾を投げつけた人物というのがこのカン・ウギです。当時は1919年、つまり第一次世界大戦が終わってすぐの頃、民族のことは民族で決めようという民族自決の雰囲気が世界中で広まっていました。そのような背景もありまして、朝鮮のことをなぜ日本が決めるんだといった反発があったようです。ソウルの玄関口であるソウル駅周辺は日本の歴史とのつながりを感じることができる場所でもあります。とりあえず荷物を置きにホテルに向かいたいなと思ったんですが、さすがにまだ早すぎて荷物も置けないでしょう。ということで食事をすることにしました。まだ朝ごはんも食べていませんのでちょうどいいです。日本に牛丼屋があるみたいな感覚で、韓国には韓国料理屋さんがチェーン店としてたくさんあります。驚いたことに会計までこの席の端末で可能でした。もうレジはありません。自分の番号があそこに表示されたら取りに行くというシステムで、僕が購入したのは野菜ビビンバです。多分こんな感じで混ぜて食べるんだと思います。ささっとご飯を食べてしまうという方にはとてもいい場所です。荷物を置くことが時間的に難しいということであれば、とりあえず観光するかということで北の方向に向かっています。ということでやってきましたのが南大門、日本語で言うところの南大門です。奥に見えているのがその南大門で、南大門の下を見てみると大きな壁があるのが見えています。かつてあの壁はソウルをぐるっと一周していたんですが、日本統治時代に撮られた写真を見てみるともうぐるっと一周していないことがわかります。こちらが1950年から1960年の写真。今回テーマにしている朝鮮戦争が起こった頃というのはこのような光景が広がっていたようです。その後戦争から立ち直り、ハンガンの奇跡と呼ばれるような大規模な復興も起こり、
現在のこのような立派な南大門が出来上がっています。しかし2008年に一度放火事件に遭ってしまいまして、現在建っているのはその後に建てられたものです。しかし場所に関しては今も昔も変わっていませんので、ソウルの歴史に思いを馳せながらこの南大門を通りますと、いよいよソウルの中心地に入ってきたという感覚になってきます。ということで門をくぐりまして、お城の外からお城の内側に入っていきましょう。門をくぐって目の前にある道のずっと奥の方を見てみると、あそこにも何やら古めかしい建物が見えています。こちらの建物も日本統治時代に建てられたソウル市庁舎です。クリスマスが近づいてきているということもあり、広場にはクリスマスツリーが立っています。ソウルの玄関口である南大門、そしてその前の道をまっすぐ進んで市庁舎、さらに進んでいくとキョンボックンという王宮があります。つまりこの道が歴史上ソウルにおける最も重要な道、メインストリートであったと言えるでしょう。そんなメインストリートを北の方角、つまり王宮がある方角に進んでいくと、偶然このように朝鮮戦争から75周年ということで写真を展示していました。こちらは国連軍として参加した国の国旗がたくさん並んでいます。右上の方には日本の国旗も載っているんですが、日本に関しては当時難しい立場だったこともありまして、ここに載っております。マテリアルサポート、つまり物資を支援しました。実際に軍を派遣して戦ったのはこちら UN コンバットサポートと書かれておりますが、ほとんどの兵士というのはアメリカ軍だったと考えていいでしょう。今回の旅行において朝鮮戦争を時系列順に順番に説明していこうと思っていますので、写真を見て細かい点を説明するということはまだしませんが、先に写真を見ておくと当時の様子が映像として頭の中で想像できますので、ざっとお見せしておこうと思います。こちらにいる白いスーツを着て握手をしている人物は当時の韓国の大統領イ・スンマンです。当時の学生はこのように学校の服装のまま戦争に参加したこともありました。こちらの人物はおそらく日本人に親しみ深い人物だと思います。ダグラス・マッカーサー元帥です。彼もこの朝鮮戦争に深く関与した人物の一人であり、この旅行中に何度か彼の名前が出てくることでしょう。興味深い写真はいくつかありましたが、まだ戦争についてよく分かっていない状態で写真だけ見てもなんだかよく分かんないなという感想しか出てこないと思いますので、とにかく先に進んで朝鮮戦争はどのように勃発したのかという話をしていこうと思います。ということでやってきましたのがキョンボックンのすぐ近くにありますこちら大韓民国歴史博物館です。中にお邪魔していきましょう。僕が用事がある場所というのは歴史に関する展示ですので、5階のヒストリーギャラリーですね。印象的だったのが一番古い数字が1948という数字だということです。言われてみれば大韓民国の歴史というのはそのくらいから始まっています。とにかくエスカレーターで上の階へと登っていき、ヒストリーギャラリーに到着しました。手前のパンフレット見てみると、ここには日本語のパンフレットもありました。博物館自体は19世紀末から現在までの大韓民国の歴史を展示していると書かれておりまして、5階の歴史館で扱っているのは1894年から現在までだそうです。とはいえ全部見て回っていたら海外旅行では時間がなくなってしまいますから、今回の旅行に関連する部分だけ見ていきます。1945年の第二次世界大戦の終戦まではちょっと関係は深いと思いますので、軽く見ていきましょう。この辺りは日本の歴史にも深く関連しています。朝鮮半島に人々が住んでいたのですが、日本は日清戦争、日露戦争の戦場としてこの朝鮮半島で戦いました。その2つの戦争のうち1回目の方、日清戦争ですね。その日清戦争を描いた錦絵がここに展示されています。右側にいるのが日本軍で西洋風の軍服に身を包んでおり、左側にいるのは清の兵士か朝鮮の人々だと思いますが、アジア風の服を着ています。当時の日本は脱亜入欧というスローガンを掲げており、遅れているアジアから脱出し、進んでいるヨーロッパの仲間になろうというふうに考えていました。こちらは日露戦争に関するカルタだそうですけれど、
今見ていたのが日本の東京で、こっちの方が朝鮮半島ですね。日露戦争はこの周辺、黄海といった海があるんですけれど、その黄海で大きな海戦が行われています。特に有名な作戦がここにあります旅順港ですね。ここで行われた旅順港閉塞作戦。他にも連合艦隊司令長官の東郷平八郎が広告の荒廃この一戦にありと言ったとされています日本海海戦。この辺りは日本海海戦が描かれています。日本はロシア帝国というヨーロッパの強い国を倒したことによってヨーロッパの列強と肩を並べる強国になったと考えられたのです。とはいえその話は日本側から見た視点であり、朝鮮半島の人々から見てみると我々の国で突然日本軍が戦争を始めたというように映ります。なんとか国を安らかにしたい、そう考えたのが安重根でした。彼は伊藤博文を暗殺することに成功しますが、結果的にそれは大韓帝国の併合を進めてしまうことになります。こうして朝鮮半島は日本が統治するようになり、朝鮮総督府が置かれたのです。これが大体日本の歴史でいうところの明治時代頃のお話であり、以後朝鮮は日本の領土の一部になるんですが、その間も独立運動は続いています。もちろんそういった運動は堂々と実施することはできませんので、国内では隠れて行っていたり、もしくは国外に逃げてそこで臨時政府を作り上げたりといったことを行っています。そのような状態で朝鮮は1945年の第二次世界大戦の終戦を迎えます。ここには日本語が書いてありますね。日本が無条件降伏したことで降伏を迎えた韓半島はアメリカとソ連の合意で北緯38度線を境に南北に分割された。第二次世界大戦中には協力していたアメリカとソ連という大国は戦後対立を始めました。そして朝鮮半島の北側はソ連、南側はアメリカといったように線引きが行われたのです。北側で指導者の立場に立ったのがキム・イルソンでした。彼はソ連から南に侵攻する許可を得て朝鮮戦争を引き起こします。ここに分かりやすい地図がありました。日本の支配が1945年に終わると、この土地というのは北緯38度線によって南北に分けられます。北の方がソ連、南の方がアメリカによって占領下に入ったのです。そして南側には大韓民国が成立します。この大韓民国の成立を受けて北側でも北朝鮮民主主義人民共和国が成立しました。日本が朝鮮半島を統治していた頃に北側は工業地帯、南側は農業地帯というふうに分けていましたので、北側の方が工業力が高く兵力は大きいです。ここに数値が出ていますが、右側が北朝鮮で左側が韓国。明らかに韓国の方が不利な状況でした。そんな状況で北朝鮮は南の方向に侵攻を開始します。北緯38度線のすぐ近くにあったソウルに関してはたった3日で陥落するといったスピードです。こうして韓国の人々はどんどん南の方に追いやられていきました。明日はこの韓国軍が南の方に追いやられていった足跡をたどっていく予定です。ちなみにこの歴史博物館には朝鮮戦争以降の歴史についても展示が行われているんですが、今回の旅行には関係がない部分ですので通り抜けてきました。海外旅行中というのはとにかく時間との戦いになってくると思いますので、このような大胆な決断というのも必要でしょう。どうやら屋上には展望台があるそうです。キョンボックンの目の前ですからいい景色が見れるだろうと思って登ってきたんですが、想像以上でしたね。時間があれば中に入ってしまおうと思っていたんですけれど、どうもここから見る限りでは中に人が一人もいないので、今日はお休みなのかな。門も閉まっていますよね。普段はこのお庭でチマチョゴリとか、韓国の伝統衣装を着た人々が写真撮影をしているという景色がよく見えるんですけれど、まあ今日はお休みなんでしょう。ちなみに先ほど出てきた朝鮮総督府が建てられていた場所というのもこの場所です。奥の方を見てみると向こうに青い瓦の屋根をした建物が見えています。あちらが青瓦台と言いまして、韓国の大統領の官邸。以前来た時はユン政権の頃だったので近くまで歩いて行けたんですが、新しいイ・ジェミョン大統領になってからはあの周辺に近づくことはできなくなったようです。
さて、時間的にもう一箇所くらいこの日のうちに巡っておくことができそうなんで、この目の前にある大通りをずっと南の方向に戻っていきまして、あちらに向かっていきましょう。というのも、すぐ近くにアメリカとソ連が朝鮮半島を分割して統治していた頃の遺跡というのが残っているからです。歩いて市庁舎のすぐ近くまで戻っていきました。市庁舎の反対側を見てみると、こちらには古い門が見えています。こちらは徳須郡と言いまして、簡単に言うと離宮ですね。この徳須郡はアメリカとソ連がどのようにこの朝鮮半島を統治していくかということを協議した場所として知られています。離宮ですから、このように朝鮮王朝っぽい建物も残っているんですけれど、アメリカとソ連が話し合いを行った場所というのは、そのさらに奥にある石造りの建物です。その建物というのがこちら、石造殿です。合計2回アメリカとソ連がここで米ソ共同委員会を開催し、朝鮮の統治方法について話し合っていったんですけれど、結局その話し合いは決裂しまして、南側に韓国、北側に北朝鮮が成立するということになります。もしもここでの話し合いがうまくいっていたならば、朝鮮は一つの国として成立することが可能だった、そんなギリギリの話し合いだったので、朝鮮民族からしてみると最後のチャンスとも言える話し合いでした。普通に階段を上ってドアの目の前まで行くことはできたんですが、ここに看板が置いてありまして、予約制と書かれています。旅行中に予約をするのが嫌いですので中に入ることはできませんが、ここが歴史的な舞台であったということは体験できたでしょう。あとは徳須郡の中を軽く散歩して、今日の予定は終了ですね。ホテルに帰っていきます。そして本日宿泊しますのはこちら、ホテルレックスです。周辺にはコンビニもあってレストランもあって、生活はしやすいんじゃないでしょうか。内装を見てみると、日本の時代で言えば、昭和時代頃に建てられた建物かなという感じ。稀に遭遇しますよね、このタイプの鍵。穴が開いていて、これをドアに差し込むタイプ。最初はね、結構戸惑うんですが、ガチャッと差し込んで、その状態で押すと開きます。僕はそんなにホテルで過ごす時間というのが長くないので、もう寝れれば十分なんですが、それでもね、すごく綺麗な場所になっていました。景色を見てみると、韓国らしい景色が広がっています。そう、ここでね、思い出したんですよ。韓国って日本とコンセントの形が違うんですが、このホテルはどうやら日本のも使えるようです。そして荷物を置くこともできましたので、まずは夜ご飯に向かっていきます。何食べようかなと思って、多分30分くらいこの周辺をぐるぐる回ったんですけれど、結局ホテルのすぐ近くにあったチキン屋さんに入ることにしました。そしてまたここで思い出したことがもう一つあります。このね、韓国でチキンを頼んだらものすごい量が来るんですよ。前回の旅行でも、韓国料理といえばチキンだろうみたいな感じでチキン食べに行ったんですが、本当にね、一人で死ぬかと思いながら食べた覚えがありました。今回もその感じです。ちなみに韓国には本当にどこに行ってもチキン屋さんがあるんですが、韓国ではあるジョークがありまして、韓国で受験に失敗するとみんなチキン屋さんになるしかないというようなジョークがあります。他にも文系の大学生というのはチキン屋さんになるしかないとか、理系の大学に進学することができても独立の後に開業して、そして開業した後に事業に失敗して最終的にみんなチキン屋さんになるとか、そういったジョークがあるようです。腹がはち切れるかと思いましたが、なんとか食べ終わりました。ごちそうさまでした。どうやら韓国の人々は一人で食事をするという文化があまりないらしく、適当にお店を選んで入ったら一人前がなかったとか、そういうことがあります。とにかく今日は寝ましょう。明日は韓国軍が南の方に追い詰められていく足取りを追っていきます。おはようございます。日付が変わりました11月26日の水曜日です。今日はソウルを出発して南の方に向かっていきます。海外旅行をしているといろんな楽しみがあると思いますが、その楽しみの中の一つにコンビニを見るということがあります。意外にコンビニというのは国によって内容が全然違ったりしますので、今回は韓国のコンビニの中身をお見せしましょう。
そもそも日本では全然見ない Nice to see you というそういったコンビニが目の前にあるんですが、韓国では有名なコンビニのチェーン店の一つです。日本でなかなか見ないものとしては、この上下逆に置かれた飲み物とかね、こんなん日本ではまあ見ないでしょう。味が悪くなるわけではないというふうなそんな感じでしょうか。僕はとりあえず朝ごはんを食べたいのでこの辺りかなと思います。サンドイッチやあとはキンパ、まあとりあえずサンドイッチ普通のやつを購入します。日本にスイカがあるように韓国には T マニーといったカードがあります。ちなみに僕は趣味で1年間くらい韓国語を勉強していますので、ここにはマッシヌンサンドイッチというふうに書いてあるということがわかるくらいには読めるようになっています。美味しいサンドイッチという意味です。それではホテルを出まして本日の旅行を始めていきましょう。現在僕がいる場所はソウルですので、朝鮮半島の中心あたりにいます。今日はここから南の方向に向かっていき、プサンが最終目的地です。このルートを取る理由というのは、北朝鮮軍の南進によって韓国の人々が南の方向に追い詰められていく様子、それを追体験するためとしています。北朝鮮軍が南に侵攻を開始したのは1950年の6月25日。日付が変わって4時間40分後、つまり真夜中に38度線全域で南の方向に侵入を開始しました。ところが韓国では陸軍会館といった、建物ですね、それが完成した式典が前の日に行われており、完成式典の後に宴会が行われ、酔っ払った軍や政府の偉い人たちにはなかなか連絡がつかなかったと言われています。ということで、韓国陸軍の上層部に北朝鮮軍の侵入報告が入ったのはだいたい6時頃です。この時点で韓国軍の対応は遅かったと言わざるを得ないでしょう。その間にも北朝鮮軍は南進を続けておりまして、12時頃には空軍機4機がソウルに飛来して機銃掃射や爆弾投下を実施しました。当然国民も北朝鮮軍が攻めてきたことを知るわけですけれど、その1時間後に韓国政府は公式の談話を発表します。北朝鮮軍が攻めてきた。しかし韓国軍は健闘している。よって国民たちは平静を保ってほしいというような内容です。これは国民を不安に陥れないための配慮ではあったんですけれど、結果的にこの談話は国民の判断を狂わせることになってしまい、後に逃げ遅れる人々が増える原因の一つとなりました。このような状況でも韓国軍は圧倒的な北朝鮮軍の攻撃によく耐えて戦線の崩壊を防いでいたんですが、事態が急転するのは次の日です。北朝鮮軍の戦車部隊によって前線が崩壊してしまいました。これを受けて次の日、つまり3日目にはイ・スンマン大統領はソウルを脱出して南へと向かっていきました。韓国の国会では100万の愛国市民とともにソウルを守るという決議文を採択し、この決議文をもって代表者が大統領官邸に向かったんですけれど、その大統領官邸はすでにもぬけの殻となっていたそうです。こうしてソウルはパニックに陥り、1時半には北朝鮮軍の戦車がソウルに突入しました。こうしてソウルが陥落するまでわずか3日というものすごいスピードで北朝鮮軍が攻めてきたんです。ということで僕もソウルを脱出して南の方向に向かっていきます。奥の方に見えているのがソウルを象徴するタワー、ソウルタワーです。このソウル周辺にも北朝鮮軍がやってきて占領していきますので、ソウルから逃げ遅れた人々というのは無理やり徴兵されて北朝鮮軍として最前線に送り込まれていきました。それ以外にも北朝鮮軍が反抗的な人々というふうに判断した場合は人民裁判というものが行われています。この人民裁判で死刑宣告を受けるともうその場で殴り殺されるという裁判です。ソウルに住んでいた人々は文字通りの意味で命を懸けてここから逃げていきました。僕はバスを使いますが、おそらく当時は徒歩の人が多かったでしょう。ということでバス停から南の方向に向かっていきます。時間は1時間17分だそうです。先ほどイ・スンマン大統領が南の方向に逃げていったという話をしましたが、イ・スンマン大統領が乗ったのは列車です。バスではありません。当時は緊急事態でしたので、どこに向かっているか目的地もあんまり定まっていない中、とにかく全速力で南の方向に向かえという命令を受けて直進していきました。民間の人々というのは南の方向に逃げていくんですけれど、軍の指揮官や兵隊といった人々は南から北の方向、前線の方向に向かっていったはずです。ソウル周辺は南に向かう人、北に向かう人で大混乱だったことが予想されます。
さて現在僕が乗っているこのバスですが、どこに向かっているのかというのをお知らせしていませんでした。今向かっているのはここに書いてあります狭よく、つまり、狭駅ですね。途中でバスはハンガンを渡ります。この大きな川がハンガンです。ソウルの南側に流れているまさに韓国の象徴ともいえる川なんですが、朝鮮戦争の頃にはここも大きな戦場となりました。ご覧の通りこのように橋がかかっていますが、当時はねたくさん橋があったわけではなく 2,3 本だったかなと思います。つまりソウルから南の方に逃げる人々というのはその少ない橋に殺到します。当然北朝鮮軍もその橋を確保することを目指してどんどん南の方向に向かっていきましたので、韓国軍は北朝鮮軍が迫ってくるとこの橋を爆破しろというふうに命令を出していました。当然避難中の人々はその爆破に巻き込まれて死んでしまいましたし、橋が爆破されたことでソウルに取り残された人もいました。そしてこれ以降南の方に逃げる人々は渡し船を見つけて今渡ったハンガンを渡ったり、壊れた橋を伝って渡ったりと命を懸けてこの川を渡ることになります。そして川を渡ったこの辺りがカンナムと呼ばれる地域であり、お金持ちが住んでいる場所とされています。川の南と書いてカンナムです。さてハンガンを渡ったということはソウルからどんどん離れていっているということになります。バスも大きく右側に曲がっていき、どうやらこれは高速道路のインターチェンジのような場所のようです。うわ、いっぱい車がいるな、これは時間がかかるかもなというふうに思ったんですけれど、こっから先を考えるとね割と長そうです。うわ、バスじゃなくって電車に乗って移動した方が良かったなと思ったんですけれど、そんなことはありません。大丈夫でした。というのも韓国の道路にはこのように青いラインが引いてあります。この青いラインの内側はバス専用レーンという風になっておりますので、このように一般の自動車をどんどん追い抜いて移動することができるんです。韓国は日本に比べて国土がすごく小さいですので、限られたスペースを活用してたくさんの人々を輸送するということを考えた結果、このような交通システムになっているんでしょう。ちなみに左側通行の日本とは違って韓国は右側通行です。その真ん中中央分離帯周辺をこのようにバスがどんどん行き交っている、これが韓国の日常の光景です。とはいえ混雑しているのはやはりソウル周辺だけのようで、このように郊外に出てくると意外に一般の車両も快適そうに移動しています。地図を見てみるとソウルからそんなに離れていません。韓国の人口はソウル周辺に一極集中している状況であり、韓国人全体のうち2人に1人が首都圏に住んでいるとまで言われています。そりゃあソウル周辺は混雑するでしょう。さて地図を見てみるとどうやら大きな曲がり角に到着したようです。この道をぐーっと右の方向に曲がっていくと、あとは直進していけば目的地に到着します。ある程度進んでいきますと、これは大きな倉庫ですかね。地図を見てみるとジャンクションやインターチェンジといった交通の要衝としての機能を持っているようで、産業地帯のような扱いでしょうか。場所の名前としてはオサンと呼ばれる地域です。自分の目的地に近づいてきたら日本と同じようにボタンを押して降りたいという意思を表明します。インターチェンジを降りて狭い駅に到着です。どうやら僕の目的地とは反対側に降ろされたようです。ということで駅の向こう側に向かっていきます。駅の中に連絡通路があるかなと思って中を見たんですが、どうもね改札があって通れなさそうです。地図を見ても連絡通路は書いてませんね。まあ向こうの方に歩いていけば通る場所はあるでしょう。ということで適当に歩いていると見つけました。この通路を通って向こう側に向かっていきます。えらく立派な建物がいっぱい建っていて、高級マンションみたいなそんな感じの場所なんですが、なんかね車も全然通っていないし人も少ないしで、いやー少子高齢化が韓国も深刻だなと思ったところです。狭い駅からだいたい5分から8分くらいでしょうか、少し歩いていきますとこのような建物が見えてきます。読んでみましょう。ユエヌ郡チョチャン記念館。日本語と韓国語はすごく似ているので、これ何が書いてあるかは予想できるんですが、UN 軍初戦記念館というふうに書かれているようです。UN というのはユナイテッドネーション、つまり国連軍が初めて戦った場所がこの場所ということですね。そういった背景もありまして、ここには
国連軍として戦った国々の国旗が並べられています。韓国の国旗はちょうど真ん中あたりにあります。そのすぐ隣、ベルギーの反対側には国連の旗。旗の真下まで歩いてくると、このように朝鮮戦争においてこの国はこのような働きをしましたということが説明されています。韓国についてはね、当事国ですから、書いてある内容としては、北朝鮮軍の奇襲攻撃により崩壊しましたが、連合軍の支援を受けて戦況を回復していきましたということが書かれています。戦争が継続するにつれて軍の規模はどんどん拡大していきまして、兵士は約49万7千人にまで増加したそうです。さて、韓国の横にあった国連の方には何て書いてあるかを見てみると、国連は韓国語では UN っていうんですね。内容は、朝鮮戦争が勃発すると国連は安全保障理事会を招集して北朝鮮の侵略の停止についての決議を採択しました。この決議により国連加盟国は戦闘に参加できるようになり、16カ国が戦闘部隊を派遣しましたと書かれております。そんな国連軍の中でも主力となったのがこの国アメリカです。アメリカについての説明を見てみると、アメリカは朝鮮戦争において国連加盟国の中で最も早く朝鮮戦争に兵を派遣し、国連軍の指揮を行いましたと書かれています。韓国軍が指揮を取ったわけではなく、韓国軍は国連軍の中に含まれる形となりました。その国連軍を指揮したのがアメリカ人のダグラス・マッカーサーだったため、朝鮮戦争というのはアメリカの戦争だったと考えることもできます。事実、国連軍の中で北朝鮮軍と一番最初に戦った部隊というのはアメリカ人のスミス中佐が率いる部隊であり、その戦いが行われた場所というのが現在僕が立っているここ、UN 軍初戦記念館があるあたりです。国連軍が初めて北朝鮮軍と激突した場所ということもありまして、記念碑が建てられています。こちらがスミス中佐が率いていたスミス支隊。彼らが見ている方向というのは北の方角で、北朝鮮軍がやってきた方向です。この場所がどういった場所かというのは大体分かってきたと思いますので、記念館の方向に向かっていきましょう。日本でこういった施設に入る場合は大体入館料とかを取られるんですが、それは世界的に見ても珍しいものでして、こちらは無料で見ることができます。展示があるのは2階のようです。階段を使って上の階に向かっていきます。展示の内容としては、国連軍に対する感謝が前面に押し出されたような内容でした。朝鮮戦争が勃発した頃というのは冷戦が激しくなっている頃、こちらの世界地図では青が西側陣営、赤が東側陣営といったように勢力圏が分けられています。ヨーロッパで激しくなった冷たい戦争が熱い戦争に変わった場所、それがこの朝鮮半島でした。北朝鮮軍は北側から南の方向に向かって進んでいきます。この青い丸い部分がソウルです。現在僕がいる場所はソウルから南の方向ですので、だいたいこの辺りかなというふうに思います。北朝鮮軍が攻め込んできたソウルはこのように破壊されていきました。こちらの写真を見てみると、ソウル駅というふうに書いてあるんですが、もうどこにソウル駅があるのかわかりません。そしてこちらは破壊された橋です。このように朝鮮戦争全般についての説明があった後で、この記念館らしい展示が途中から始まります。それがこちら、スミス支隊についての展示です。ソウル陥落の2日後29日の朝6時10分、日本からやってきたマッカーサーはソウル周辺を視察しました。そしてその日のうちの18時15分には日本に帰り、地上軍を投入する必要があるとアメリカ政府に伝えたのです。こうして日本を占領していたアメリカ軍は朝鮮半島へと渡りました。そうやって一番最初に派遣された地上軍のうちの一つの部隊というのが先ほどからお話ししているスミス支隊です。スミス支隊がいた場所というのは日本でした。熊本ですね。この熊本を出発したスミス支隊はまず北の方向に向かいまして、板付空港、現在の福岡空港から飛行機に乗って移動していきます。そして到着したのがこちら、プサンでした。このプサンからさらに北の方向に行きましてデジョン、そして現在僕がいるこの場所で北朝鮮軍と交戦することになったのです。
国連軍が初めて戦った場所ということもあり、この辺りからスミス死体を中心とした展示が始まっています。こちらが準備万端のスミス死体。背景に写っている写真、有名な写真ですが、レジョンに到着した際のスミス死体の写真。スイッチを押すと展示の映像が始まるようです。この周辺の地形を模型で再現し、そこにプロジェクターで映像を投影しているようです。どうやら国連軍が南の方から北の方向にやってきたようです。おそらくこの中にスミス死体がいるんでしょう。当時のアメリカ軍の認識としては、アメリカ軍がやってきたら北朝鮮軍なんか木っ端みじんだろうというような、ある種北朝鮮軍を舐めていました。上の画面を見てみると、どうやらアメリカ軍が韓国にどんどん軍勢を派遣している際の映像が流れているようです。韓国の人々からの大歓迎を受けて、国連軍は北へと向かっていきました。地形を再現した模型を見てみると、高い位置に兵が登っていきまして、陣地を作っているようです。高所を抑えて見下ろす形で敵を攻撃するというのは戦闘の基本となっています。ちょっと移動して南から北を見るような形で地図の方角と同じように見てみましょう。奥の方を見てみると、どうやら北朝鮮軍がやってきたようです。あれは戦車ですね。北朝鮮軍は戦車を使って南の方向にやってきました。韓国軍の人々というのは戦車をまだ見たことがない人々がたくさんいましたので、この戦車に圧倒されていきます。国連軍の中心であったアメリカ軍というのは当然ですが戦車を見たことはあります。ところが想定していたよりも北朝鮮軍の軍勢が多すぎて、このように突破を許してしまいました。その後も戦闘は続いていきますが、北朝鮮軍はスミス死体をどんどん包囲していきまして、とうとう交代を余儀なくされます。こうして国連軍と北朝鮮軍の一番最初の戦闘というのは国連軍のボロ負けで終わってしまいます。とはいえ、この記念館は韓国の領域内にあるということもありまして、負けましたというふうに終わることは許されなかったんでしょう。このように後から国連軍がやってきてやっつけましたよというような演出も加わっております。音楽もなんだか勝利確定 BGM のような感じで威風堂々としていますが、この戦闘では国連軍は負けていますので、ちょっと勘違いしてしまいそうです。その他、私たちはスミス死体の人々を忘れませんといったプレートが設置されていたり、ここに国連軍初戦記念碑が設置された経緯なども展示されています。さっきこの記念館に入る前に見た銅像がついている記念碑というのは新しいものだそうで、一番最初に作られた記念碑というのは石で作られたもののようです。自由の守護者国連軍の人々ありがとうといった感じの展示でしたね。世界的に見ても国連軍を検証する施設というのは珍しいんじゃないでしょうか。少なくとも僕は日本でそのような施設に行ったことはありません。朝鮮戦争を経験した韓国だからこそこのような施設があると言えるでしょう。もう一つ別館ですかね。こっちは何だろうと思って中に入ってみると、中にいた案内の方にはいこっちおいでこっちおいでとどんどん先に連れて行かれまして、電車に乗せられました。とはいえ電車に実際に乗ったわけではなく、これは窓の外の景色が動いているように見える展示です。どうやらこちらの建物ではスミス死体がたどった道のりというのを追体験することができるようです。駅に到着しました。どこの駅か見てみると、デジョンですね。プサンから 271.4km 移動してきたようです。それでは列車を降りていきましょう。すると見えてくるのがデジョンに到着したスミス死体の有名な写真。ここから北にある戦場へと向かっていきます。壁を見てみるとボタンがありまして、ポチッと押してみたら、雨が降ってますね。戦場を先に進んでいきますと、敵の戦車がやってきたようです。戦闘が始まって、銃弾が飛び交う中を進んでいきます。
実際に兵士の目線で戦争を体験するというのは子供にとっても理解しやすいんじゃないでしょうか。せっかくなんで国連軍が陣を張ったであろう山を登っていきましょう。途中で見えてくるこちらの石碑が先ほど記念館の中で説明されていた初代の国連軍初戦記念碑です。やはり山を登っていく人が多いんでしょう。兵隊さんがどんどん上の方に向かっている絵が描かれています。頂上付近が見えてきました。あちらには韓国の国旗である太極旗が掲げられています。なんか展望台に人がいるなぁと思っていたんですけれど、近づいてみて分かりましたが、これは人じゃなくて銅像ですね。偶然、韓国の空軍の飛行機でしょうか、上空を爆音を鳴らして移動していっているのが見えました。北朝鮮との戦争はまだ終わっていませんからね。さて、さっきの銅像が何なのか見てみますと、双眼鏡で北の方向を見ているようです。北の方向と言いますと、さっき僕がやってきた方向、ソウルがある方向です。ということは、そのさらに北側には北朝鮮があり、朝鮮戦争の際にはおそらくこの辺りの道を通って南の方向にやってきたんでしょう。韓国の人々にとって朝鮮戦争がいかに大きな歴史上の出来事か再確認することができました。それでは UN 軍初戦記念館を後にしまして狭い家へ戻っていきます。さて、この周辺での戦いに敗北した国連軍はさらに南の方向に追い詰められていくことになりました。ということで、さらに南の方向に向かっていきます。次は電車に乗って移動していきましょう。現在僕がいるのはこの狭い駅で移動していきまして乗り換えがあります。ピョンテクジジ駅。とにかく乗り換え駅まで移動していきましょう。だいたい海外の電車に乗ったらね、めっちゃみんなが音楽をかけていたり、うるさい声で喋っていたりするんですが、やはり韓国は日本と文化が似ていますよね。皆さん静かに乗っています。ということで、乗り換え駅に到着です。一旦ここで列車を降りまして、次に乗っていくのは SRT です。SRT というのはスーパーレイピッドトレインの略だそうで、要するに超高速鉄道、日本の新幹線のようなものです。チケットを購入していきましょう。ここでも日本語に対応していました。どうやら次の列車はもう埋まってしまっていたようで、次の列車が予約できています。13時22分発。現在時刻は12時37分。45分くらい待ち時間です。本来であれば次の列車に乗ることができたら時間を効率的に使えたんですが、まあ仕方ありません。ここで昼ご飯を食べることにしましょう。안녕하세요. 라곤 세트 하나 주세요. 일본인이셨구나. 일본 라공 세트예요? 라면 공깃밥? 라면 라면 세트? 세트 4? 원. 원? 원? 아, 세트 1은 굿모닝 세트인데요? 라면 세트는 세트 4예요. 세트가 6. 세트 6? 아, 라공 세트? 라공, 아, yes. 네네, 잠깐만. ということで、ラーメンご飯セットを無事購入することができました。もうちょっとスラスラと韓国語が出てくるようになりたいですね。食べ終わった食器は返却しに行きます。列車の時間帯も近づいてきましたので、ホームに降りていきましょう。すでに購入しておいたチケットに自分の席の情報は載っています。SRT に乗って次に向かっていきますのはテグです。韓国の高速鉄道に乗るのはこれが初めてですが、ホームと車両の間が結構離れていましたね。内装に関しては日本の新幹線とほとんど一緒のように見えます。ということで南に向けて移動を開始。テグまではだいたい1時間30分くらいだそうです。そんなに長い時間乗っていることはなさそうですけれど、ご覧の通り目の前には席にテーブルがついていまして、案内を見る限りではトイレもたくさんあるようです。地図を見てみたらわかりますが、今回の移動というのは韓国の北側から南側、ほとんど端から端へと移動する感じになっています。それでも1時間半で着くんですからね。日本で端から端まで移動するとなるとものすごい時間がかかりますから、このような経験をすると日本がいかに広いのかということがわかります。さて、列車はチョンアンの周辺までやってきました。スミス氏隊が敗走したということが伝わりますと、この周辺にいた主力部隊は不安に陥り、簡単にこのチョンアンにまで後退してしまいます。
この周辺に地雷を埋めて戦車に対抗しようと考えたんですが、北朝鮮軍の戦車が上を通過してもなぜか爆発しなかったようです。このようにアメリカ軍の地上部隊というのは戦争が始まってすぐ散々な状態となっていました。そしてこのチョンアンも放棄してさらに南へと撤退していきます。そして到着しましたのがデジョン。漢字では大きな田んぼと書く場所です。このデジョンはソウルとプサンのほぼ中間にある戦略上の要衝だったんですが、北朝鮮軍は北、西、南の3方向からデジョンを包囲しようとします。これに対してアメリカ軍も奮戦しましたが、作戦の不徹底や誤った状況判断、そして通信が途絶えてしまったことなどによってここでも大敗を喫します。こうして国連軍はどんどん南の方に追い詰められていきまして、やがて朝鮮半島の南の端っこプサン周辺に追い詰められてしまいます。こうして北朝鮮軍と国連軍が対峙する最前線となったのが現在見えているこの川、楽東江です。楽東江を渡ったということは、今向かっているテグはもうすぐそこ。列車を降りる準備をしていきましょう。さて、テグに到着です。といっても現在僕がいるこの駅はトンテグ駅。大阪でいうところの新大阪みたいな感じでしょうか。中心部に行くためにはここから少し移動しなければいけません。ということで電車に乗って中心部へと向かっていきます。先ほど電車の中から楽東江といった川を見たと思います。あの辺りが前線となって国連軍と北朝鮮軍が対峙したという話をしたと思いますが、地図でその時の様子を確認してみるとこのような感じです。北朝鮮軍は朝鮮半島の約9割を抑え、韓国軍は南の方向に押し込められてしまいました。この狭い領域を何とかして守ろうとした戦いが釜山共闘法の戦いです。共闘法というのは軍事用語の一つでして、海や川を渡る際に作る陣地のことです。当時アメリカ軍は日本を占領していましたので、日本から朝鮮半島に向けて大量の兵士や物資を送っていました。その送り先として重要になってくるのがこの小さな領域であり、ここを落とされてしまうともう足がかりとする場所がなくなってしまうといった状況でした。このような状況を第二次世界大戦でイギリスが大陸から排除されてしまった戦い、ダンケルクの戦いになぞらえて、韓国にダンケルクはないといったスローガンのもと、釜山共闘法は死守されていきました。そんな釜山共闘法の戦いについての記念館がこのテグにはあります。バスはだんだんと坂道を登って山の上に向かっているんですが、記念館があるのは山の上にある公園の中です。さて、バスでの移動はここまでで、目の前に見えているのが公園の入り口です。ここから少し歩いていきます。すると見えてきますのがこちら、楽東江戦勝記念館の文字です。建物の構造やディティールを見る感じ、結構古い建物のようですね。中に入ってすぐには、韓国版アンクルサムがお出迎え。展示室はこの反対側にある扉を通った方向のようです。中に入ってすぐには忘れられた戦争と書かれております。韓国において朝鮮戦争というのは歴史の転換点でもあるため、忘れられているわけではないとは思いますが、それでも実際に戦争を経験した世代というのがどんどん減ってきているというのは事実でしょう。私を含めて日本も戦争を知らない世代というのがどんどん増えていますからね。そういった人々に向けて戦争の記憶を受け継いでいこうという考えのもと作られたのがこちらの記念館のようです。序盤の展示に関してはやはり国連軍の記念館で見たものと被っている部分もありますので、とりあえずここら辺は飛ばして楽東江戦線、つまり釜山共闘法の戦いのあたりを中心に見ていきましょうと思ったんですが、結構文字による説明が多くて難しいです。日本語の説明文があるわけでもありませんので、翻訳アプリを活用しながら進んでいきました。とはいえ、視覚的な展示が全くないわけではなく、このように地図による展示もありました。今日僕が出発したのはあそこにありますソウルですね。ソウルから南の方向に行きまして、スウォンの周辺が国連軍が一番最初に戦ったあたりです。
しかし国連軍はここで北朝鮮軍を止めることはできずに、どんどん南の方向に追い詰められていきます。ここがデジョンですね。さらに南の方向、こっちはちょっと立体になっているんですが、現在僕がいる場所、テグを探してみると、ここにテグと書いてあります。ちょっと離れてみますと、青いライトがついているのがわかるかと思います。そして赤い線もありますね。青いライトについては先ほどからお話ししている楽東港の位置です。赤い線については最終防衛線の前線でしょう。この楽東港をずっと南の方向に下っていった先にこちらプサンがあります。こうやって見ると韓国の人々がどんなに小さな領域に押し込められていたのかというのが分かりやすいでしょう。人口密度もものすごいことになっていました。プサン共闘法の戦いというのはいろんな場所でいろんな戦闘が行われていますので、そういったたくさんの戦闘について詳しく説明しているコーナーもあります。とはいえ想像していたよりも文字による説明が多かったので、日本人がわざわざここまで行って楽しめるかと言われますとちょっと難しいかなという感じもしました。ちなみにその後の朝鮮戦争についても展示内では触れられていますが、それらの話は明日以降実際に現地を訪れるつもりですので、ここでは省略してしまおうと思います。ということで外に出てきました。こちらの記念館には野外展示もされているそうなので、そちらを見に行きましょう。こちらが外部の展示ですけれど、一番最初に目に入ってくるのがシャーマン戦車、アメリカが作っていた戦車です。第二次世界大戦のイメージが強いこちらの戦車ですが、朝鮮戦争でも使われていたようです。結構いろんなものが置いてありますが、中には朝鮮戦争と関係ないものも置いてありますね。あんまり深いことは気にせず、展示を純粋に楽しむのがいいでしょう。こちらの像は朝鮮戦争においてペンの代わりに銃を持った学生の像。韓国には現在も徴兵制度があり、今も若い人々が国を守るために訓練を積んでいます。最近の若い韓国の人々は、朝鮮半島は北と南で分かれているのが当たり前という状況で成長してきたため、もはや祖国の統一よりも現状を変更しないことを望んでいる人が多いと聞いたことがあります。韓国がどのような道を歩んでいくにしても、朝鮮戦争の記憶を受け継いでいくということは意義深いことでしょう。ソウルにいた時にはもう木の葉っぱは落ちてしまっていて冬のような光景が広がっていたんですが、この辺りはまだ紅葉が広がっています。朝鮮半島は南北に長いですから、場所によって大きな差があるようです。それではバスに乗って街の中心部へと戻っていきましょう。風景はすっかり夕方になってしまいました。今からこのテグを出発し、今日の最終目的地であるプサンへと向かっていきます。移動時間は1時間ちょっとですね。電光掲示板を見て自分の乗り場を確認。6番乗り場からの出発のようです。この列車に乗ってプサンへと向かっていきます。何箇所か寄り道をしながらでもソウルからプサンまで1日で移動できるというのは、韓国旅行の際に複数の都市を巡る計画を立てることが簡単であるということだと思います。日本人で韓国を旅行する人は半分以上がソウルだけで帰ってしまうと思いますが、いろんな街を巡ってみるのも面白いかもしれません。ということで、韓国第2の都市であるプサンが近づいてきました。ご覧の通り、もう夜になっていますので、今日はご飯を食べてホテルで寝るだけです。こちらがプサン駅。現代的な見た目をしていますが、朝鮮戦争の頃にはたくさんの人々がここに逃げてきたことでしょう。ホテルに向かう途中で晩ご飯を食べます。ということでやってきましたのがミルミョンのお店。ミルミョンというのはこのような小麦を使った麺です。韓国料理屋さんでお箸がなくて困った時はこのように机の横に引き出しがついていることが多いです。朝鮮戦争の際にプサンの人口が急激に増えると当然ですが食糧難となります。その際に比較的入手が簡単だった小麦を使った麺料理を作ったのがこのミルミョンというふうに言われています。戦争は韓国の食文化にまで影響を与えているんです。もう少し何か食べたいなというふうに思いましたので、ロッテリアにやってきました。
意外に知らない人も多いんですが、ロッテは韓国の財閥です。テイクアウトしてホテルへと向かっていきます。今回泊まりましたのはこちら、ブラウンドットホテルさんです。屋上からは釜山駅がすぐそこに見えるくらい立地がいい場所なんですけれど、結構ね、安かったんですよ。夜景も楽しめて立地もいいのでおすすめできます。部屋の中をお見せしておきます。今回は401のお部屋に宿泊しました。十分すぎますよね。しっかりくつろぐことができそうです。今回の旅行ではコンセントの変換器を忘れてしまったので、これがあるのはものすごく助かります。ということで、明日の準備を終わらせてさっさと寝てしまいましょう。おやすみなさい。おはようございます。日付が変わりました。11月27日の木曜日です。今日は朝鮮戦争の際に韓国が臨時の首都としたプサンを見ていきます。戦争というと戦いが注目されがちですが、それと同じくらい重要なものに補給があります。いくら兵がたくさんいても水や食料がないと人間は生きていけません。では韓国軍はどうやってそのような補給を行っていたのかというと、このプサンの地形が関連しています。ということで、駅の正面から反対側にやってきました。ここからプサンの光景を眺めてみると、どうやって補給をしていたのかというのがわかるでしょう。向こうの方を見てみると、何やら白い大きな船が見えてきます。青い文字が書いてありますね。カフェリーです。カというのは漢字でこう書きます。下関の関、そしてプサンのプです。名前から推測できると思いますが、こちらのフェリーは下関とプサンをつないでいるフェリーです。その歴史は明治時代にまで遡り、大韓帝国と大日本帝国、この2つの国をつなぐ航路としてスタートしました。その後、韓国併合によって朝鮮半島が日本の統治下に入りますと、この航路は国内線として扱われるようになります。昔から港町として発展してきたプサンは、港湾施設の近代化が進められて、補給の拠点としてうってつけの場所になっていたのです。現在も船が通っていますが、奥の方にはガントリークレーン、コンテナを動かすためのクレーンが設置されていたり、すぐ横の方に目を向けてみますと、たくさんの車や、そしてコンテナが置かれているのが見えてきます。ここからはその他にも朝鮮戦争の影響を忍ばせるような光景が見えます。山の上の方をずっと見ていくと、所狭しと家が並んでいるのがわかるでしょうか。急激に人口密度が増えた結果、人々は山の斜面にも住むようになりました。こうして人々が逃げ込んできたプサン周辺に日本で生産した物資を輸送することになったので、第二次世界大戦後に不調となっていた日本の経済というのは一気に好転していきました。日本の戦後復興を語る上でも、このプサンという場所はとても関連の深い場所です。プサン駅のロビーの上の方にはレストランがありますので、朝ごはんを食べていきましょう。本日の朝ごはんはこちら、コーヒー&トースト。なぜだか知らないけれど、韓国の人々はアメリカンコーヒー、つまりエスプレッソに水を入れて溶かしたものを好む傾向があります。僕もそれを注文しました。食事を済ませてプサンの街へ繰り出していきましょう。ということで、地下鉄に乗って移動を開始。プサンの旧市街中心部チュンガンへと向かっていきます。チュンガンというのは、日本語で言うと中央という意味です。その名前の通り、この周辺はかつてプサンの中心地であり、昔のプサン駅もこの辺りにありました。地面には地図があり、現在地がこの赤い場所ですが、今から向かっていくのはこの辺り、40階段と書かれています。命からがらプサンに逃れてきた人々というのは多くがプサン駅に到着したでしょう。当時この周辺には避難民が溢れており、たくさんのバラック小屋が作られていました。人々は何とかして生活をしていかなければいけませんから、このように当時の人々が懸命に生きていた姿というのがいくつか銅像で再現されています。中央には説明の看板がありますね。厳しい労働に疲れ、束の間の憩いを求める休憩するお父さんの像だそうです。あそこにある写真は昔のプサン駅ですね。こちらは辰野金吾の設計です。東京駅と同じ設計者。下の方には日本語の説明文もありました。1953年、つまり朝鮮戦争が終わってすぐに火事で燃えて亡くなってしまったようです。現在のプサン駅はその後に北に場所を移して再建されたもの。
残っていたらぜひ見に行きたい建物だったんですが、まあ仕方ありません。こちらの銅像は女の子2人が物を担いでいます。何の銅像か説明を見てみると、幼いながらも家事を手伝いしっかりした水亀を運ぶ子供。昔はこの場所に40階段があったんですが、現在は取り壊されてしまいましてエレベーターに置き換わっています。エレベーターに乗って上の方に向かっていきましょう。プサンに住んでいる人たちは坂道がいっぱいあって不便なのか、エレベーターがあって便利なのかよくわかりませんね。エレベーターを降りると目の前に建物が見えてきます。こちらの建物が40階段文化館です。中にはいろいろなものが入っていますね。ですが、僕みたいな観光客が用事があるのはおそらく5階でしょう。メモリアルホールがあります。入って正面にある絵は40階段から見たプサンの街並み。プサンの中心部にあった40階段はここに避難してくる途中で家族が離れ離れになった人々、彼らにとっては待ち合わせの場所であり、家族が再会したような場所でした。それ以外にも身寄りをなくしてしまって住む場所がなくなり、流れ着いてきた場所が40階段だったという人もいたでしょうし、戦時中に必死に生きるために物を売っていた場所が40階段だったという人もいると思います。プサンの中心にあった象徴的な階段は、当時を生き抜いてきた人々にとって象徴的な意味を持つ場所となっているんでしょう。こちらは避難民の登録表だそうです。ハングルを読むことができれば韓国旅行は楽しめますけれど、別にハングルを読めなくても楽しむことができます。というのも、我々日本人は漢字が読めるからです。避難してきた人々はこのような書類で登録されたようで、世帯主やそして世帯の家族がこのように列記されています。この表に載っている家族の職はないそうで、健康状態は全員いいみたいですね。そして横の方を見てみると、家を持っているか持っていないか、借りているのかという欄があり、この家族は貸し家のようです。家を借りることができたというのはなかなか運がいいというか、お金を持っていたんでしょうか。当時のプサンというのはこのような光景が広がっていました。皆さん水汲みに来ています。後ろに映っている建物を見たらわかると思いますが、ものすごく簡素な作りをしています。先ほどの建物はバラックと呼ばれまして、仮設の住宅となっていたんですが、乾燥して燃えやすい素材だったため、このように火災で周辺が焼けてしまいます。さっきプサン駅が焼けてしまったという話をしましたが、それはこの時の火災の話です。こちらは火災から立ち直った戦後の様子。この辺りはちょっと今回の動画とは関係ありませんね。ここからの展示は避難してきた人々にフォーカスを当てた展示となっています。こちらに立っているのは少女でしょうか。足元には年老いたお母さんでしょうかね。もう自分の足で歩くこともできないようで、横になっている様子が見えます。当然避難してきた人々の中には赤ちゃんもいました。もしもこの人たちが今生きているのであれば、70歳から80歳ぐらいの間の年代の人々だと思います。そう考えると、韓国旅行中に70歳から80歳くらいの人々というのは普通にすれ違いましたので、彼らは朝鮮戦争の際にはこのプサン周辺に避難してきた経験があるのでしょうか。こちらはお母さんを探している子供たちの写真。戦争にはつきものですが、戦争孤児もたくさん生まれました。次は避難民が住んでいた住居にフォーカスを当てた展示です。こちらがバラック小屋の中身なんですが、所狭しと人々が集まっているのが見えます。しかしこれはとても環境がいい方です。ご覧の通り外側から見てみたら屋根もあって壁もあって雨や風がしのげるような作りになっています。このような壁のないテントのようなものに住んでいたという人々もたくさんいました。その他住む場所がなさすぎて海岸の岩の上に家を建てた人々や、住む場所がなくて川の上に無理やり住居を作った人々、想像を絶するような暮らしをしていたようです。彼らの生活を垣間見えるような実物が展示されていました。写真や実物を見てみると、当時の生活がどのようなものだったのかというのを想像するのにものすごく役立ちます。
さて、40階段周辺でどのような生活が行われていたのかというのを見ることができましたが、なんと外に出ると雨が降っていました。すでに明日の朝に飛行機を予約していましたので、この日に撮影ができないとなると困ります。近くにあったコンビニで傘を購入し、なんとか撮影を続行させることにしました。傘を持ったら片手が塞がれてしまうのが僕は嫌いです。周辺に設置されている銅像を引き続き見ていきましょう。こちらの銅像はお乳をあげているお母さんと服を着ていない子供の銅像。そしてこちらはポン菓子を作っているおじさんと子供。そのすぐそばにあるこちらが40階段です。実際に40階段があった場所はさっきエレベーターで登ったあたりなんですが、後にここに復元されました。すぐ横には解説看板がありまして、当時の40階段の写真が掲載されています。釜山にある朝鮮戦争を象徴する場所の一つと言えるでしょう。朝鮮戦争の際に釜山は臨時の首都になりましたので、朝鮮戦争を象徴する場所というのはこれ以外にもいくつか残っています。ということでバスに乗って次の目的地に向かっていきます。今から向かっていきますのは、朝鮮戦争の際にイ・スンマン大統領が邸宅としていた場所、臨時首都記念館です。記念館は釜山の中心部から少し離れた場所にあります。この周辺に臨時首都があったということは、釜山の人々にも記憶されているようで、目の前に書いてありますが、この道の名前は臨時首都記念通りです。坂道を登っていきますと、このようにいろんな国の国旗が並んでいる場所に出てきます。韓国でこのような国旗が並んでいる場所を見たら、大体国連軍が関連している場所となっていますので、近くに朝鮮戦争に関連する史跡があるんだということがわかります。ということで到着しました。こちらが臨時首都記念館なんですが、残念ながらご覧の通り工事中で中に入ることができませんでした。仕方がないので、以前僕が来た時の映像をお見せしておきます。工事があってなかったとしても、内部の撮影は禁止だった覚えがあります。工事はいつまでかを見てみると、2025年の12月15、もうすぐ終わったのか。見れないのは仕方がありません。裏側に回っていきます。こちらにも記念館に併設する展示館がありまして、どうやらここは中に入れそうです。内部は視覚的に理解できる展示が豊富にあります。よって韓国語がわからなくても歴史の知識があれば、ある程度何が説明されているかはわかるでしょう。韓国に来てからいろんな博物館を見てきましたが、釜山の博物館は他の場所にある博物館と比べて少し傾向が違うように感じました。というのも、ソウルやそこから移動してくる際に見た博物館は政治や軍事に焦点が当てられていたのに対して、釜山の博物館は韓国の人々の生活に焦点が当てられていると感じます。戦争体験として釜山の生活を思い出す人が多いのでしょうか。こちらの建物は釜山国民学校と書かれています。釜山に避難していた頃に子供だった人々というのはまだご存命ですから、このような教科書を懐かしいと思う人もいるんでしょう。戦時中であろうと教育を途絶えさせてはいけない、そう考えた人々によって釜山では青空教室のような形で教育が熱心に行われていました。通知表まで出されていたようです。ここにはミルミョンと書かれています。昨日僕が食べた料理ですね。説明した通り、こちらの料理は朝鮮戦争に関連する料理で、大きなボウルの中に麺を入れて、その上に野菜や肉、そして卵など当時比較的手に入れやすかった食材を乗せていき、最終的に味付けを行います。そこに氷で冷やした水を注いでいき、完成するのがこちらのミルミョンです。他にもここに書いてあるのを見てみる限りでは、国連軍が捨てた残飯を皆さんが回収して再び煮て作ったものを食べていたとも書かれています。戦時中の韓国ではこの釜山のみが唯一正常に動いていたという時期もあったため、釜山に一極集中する時代が出来上がります。横を見てみると、その頃の釜山の市街地の地図がありました。今日歩いた道を見てみましょう。この辺りが現在釜山駅がある辺り。この頃は何もないのがわかりますが、もうちょっと南側の方を見てみると、ここに当時の釜山駅があります。横には税関もあり、港のすぐ近くでした。その釜山駅が燃えてしまった火災というのは、だいたいここに書いてありますね。火災地域。この周辺なんですが、40階段があったのは多分この辺りでしょう。
そして先ほどバスに乗った場所からずっとこちらは、西の方向に進んでいきますと、この辺りが臨時首都の機能があった場所で、中央右側には道庁と書かれています。現在僕がいる大統領の官邸があった場所はこの22番ですね。政治、軍事、そして産業の中心となったプサンは戦後に韓国の復興を支えていくことになります。記念館を後にして次の目的地へ向かっていきます。雨は止んでくれましたので傘を差す必要がなくなりました。天気も晴れに変わっています。次の移動はバスなんですが、ご覧の通りバス停がねめちゃめちゃおしゃれになっています。歴史的に重要な街ですから観光に力を入れているんでしょう。バスに乗って移動を始めましたが、今回の移動は地図を見て分かります通り、海の上にかかっている橋の上を通ります。まず最初に渡りますのが小さな橋です。この橋はプサンにある島ヨンドと呼ばれる島なんですが、そちらに渡っていく橋で、向こうの方には観光地として有名なチャガルチ市場が見えています。プサンは海に面しているため魚介類が特産品です。奥の方を見てみると、所狭しと山の斜面に住居が作られています。これがプサンの独特の光景。さて、橋を渡り終わりましてバスは4度に入りました。島を抜けていきますと、このように高い位置へと移動していきます。画面の中にもたくさんの船が見えており、プサンというのは韓国における重要な港町であるということがわかるでしょう。奥の方に見えている高い建物があるあたり、あのあたりがプサン駅です。さて、バスはループ橋を登っている状態ですので、今からぐるっと回って高い位置に移動していきます。正面に見えているこちらの橋が今から渡るプサン港大橋です。大きな船が下を通れるように高い位置に作られています。この方向に港の出入り口が見えますが、こちらに日本があります。この周辺の陸を見てみると、たくさんの倉庫でしょうか。現代でもプサンは韓国における重要な港町として活用されている様子が見えます。さて、ループ橋が終わりまして本線と合流です。橋の下を大きな船が通れるようにぐるっとループ橋を登っていく、そのような構造は日本でいうとレインボーブリッジと似ているでしょう。今回の動画でプサンをぐるっと回ってきましたので、プサンは山が多い地形であるということは分かっていると思います。この山が多い地形であるということが原因となり、このプサンという町は長いこと交通渋滞に悩まされてきました。ところが2014年にこの橋が作られますと、特に渋滞が激しいプサン中心部を迂回して端から端に移動することができるようになり、交通渋滞の緩和にもこの橋は一役を買ったようです。陸の交通事情と海の交通事情、その2つが合わさってこのような大きな橋が作られたのでした。今この画面上だけでも少なくとも7隻の船が確認できます。そして画面左側から見えてきたのがプサン港が誇るガントリークレーンです。韓国が誇る南の玄関口プサン、韓国全体の産業を支えるような力強い都市の構造が見えてきます。さて、またあそこにいろんな国の国旗が並んでいるのが見えています。中央に白いモニュメントがありますが、その中段くらいでしょうか、黒い像が立っていまして、兵隊さんですね。この辺りは在韓国連記念公園といいまして、朝鮮戦争の戦没者を追悼する国連の墓地がある場所です。そのすぐ近くにこちらプサン博物館がありましたので、まずはこちらから見ていきます。中の地図を見てみる限りでは、ここの博物館も古代、中世、近世、近代、現代と分かれているようです。海外旅行は時間との戦いでもありますので、今回の旅行のテーマである朝鮮戦争のあたりまで展示を飛ばしてしまいます。政治や軍事よりも人々の生活に焦点を当てているという点においては他のプサンの博物館と似ていますが、このプサン博物館の特徴としてはミニチュアで当時の様子を再現したものが多かったという印象です。例えばこちら、もうこの動画をここまで見た人はわかると思いますが、こちらは40階段、そしてこちらはスラム街で生活をしている人々の様子、こちらは市場の様子ですね。画面の中央あたりには客引きをしながらタバコを売っている男の人の姿も見えます。そしてこちらが子供たちの様子。手前の方では子供たちが遊んでいますが、奥の方では子供たちが勉強しています。多分これは省略しているというわけではなく、本当に屋根がなかったんじゃないでしょうか。
それではメインの目的地である在韓国連公園に向かっていきます。途中で階段あたりに人々が集まっていて何だろうと思っていたんですが、服装から見るに向こうで座っている方々は軍人さんのようです。おそらく軍の講習のような教育目的でこの施設を訪れているんでしょう。こちらがメインゲート。中に入ると三角形で教会のような見た目をしている建物が見えてきます。こちらが追母館と言いまして、中ではこの施設の紹介映像が流れている場所です。左側見てみますと、ここには日本語のパンフレットがありました。裏側を見てみると、私たちはあなたの明日のために私たちの今日を捧げました。在韓国連記念公園は韓国戦争に参戦した国連軍が埋葬されている世界唯一の国連記念墓地であり聖地です。観光地ではありませんから、それにふさわしい行動をしなければなりません。1950年6月25日、北朝鮮軍が韓国を侵略する。戦争開始から3日で首都ソウルが陥落すると、国連安保理は世界の自由と平和を守り、正義を実現するため国連軍参戦を決意する。約4万坪の UN 記念公園は、追母館、記念館、象徴区域、守護域、緑地地域からなり、参拝客の追悼が行われる追母館では、韓国戦争と UN 記念公園に対する理解を助ける紹介映像も共に上映している。韓国戦争当時、初めて使用された国連旗が展示されている記念館には、国連軍の活躍像を収めた写真や記念碑などがあり、約70年前の悲劇の歴史を証明している。それでは実際に中に入っていきましょう。公園の中心部には青い国連の旗がはためいています。その国連旗の後ろに並んでいるのが朝鮮戦争に参戦した国22カ国の国旗です。プサンという町はいろんなものがごちゃ混ぜになっていて雑多な雰囲気があり、そして交通も激しく都会の喧騒の中で生活しなければならないというイメージがあるんですが、この区域はそんなイメージとは全然違いまして、とても静かな空間が広がっています。少し歩いてみるとわかりますが、どうやら内部は国別である程度区域が分けられているようです。向こうに見えているのがフランスで、こちらに見えているのがイギリス。イギリスはトラファルガー広場のライオン像ですね。下には碑文が刻まれており、私たちは彼らを忘れないと書かれています。こういった戦争に関連する墓地ではよくあることですが、戦争を生き残って天寿を全うした人々も戦友のそばに眠りたいというふうに願って、ここに埋めてほしいと遺言することもあるようです。最年少の埋葬者は17歳のジェームズ・パトリック・ドウント。彼の名前を取ってこの水路はドウント水路と言われています。ここに安置されている人々の国籍の中で最も多いのはイギリスで、2024年の段階で892人だそうです。国連軍を構成していた国の中心というのはアメリカですが、アメリカは40人、つまりイギリスはアメリカの20倍近くの人々がここに安置されています。これは習慣の違いによって発生したものであり、アメリカは生まれた場所を大切にする傾向が強いんですが、イギリスは生まれた場所だけでなく死んだ場所も大切にする傾向が強いからです。ここにある壁には朝鮮戦争中に戦死した国連軍約4万名の名前が刻まれています。どうやらアルファベット順に地名から並んでいるようで、ここからアメリカが始まっていくんですが、ご覧の通り安置されている40名の名前だけではなく、朝鮮戦争中に戦死した全ての人々の名前が刻まれています。ご覧の通りアメリカの面積はものすごく広いです。本当に壁一面に名前が並んでいます。なお、こちらの記念公園を巡っている最中に雨がまた降り始めてしまいました。どんどん強くなっているので、とにかく屋内に避難します。ということで近くの丘を登っていくと、あちらに国連平和記念館が見えてきました。建物の前にはたくさんの観光バスが止まっていまして、どうやら修学旅行のような感じで学生の人々がいっぱいいるようです。韓国では朝鮮戦争を題材に平和教育が行われるんでしょう。この記念館も第二次世界大戦の終戦からお話が始まっていきます。こちらの写真を見てみると、
奥の方にはまだ朝鮮総督府が残っていますね。ソウルの光景です。そして大韓民国が建国され、米ソ共同委員会が開かれます。しかし話がまとまらず、北朝鮮軍が南進してきます。こうして人々は南の方にある港町プサンに集まってきたんです。こちらのジオラマは当時のプサン港を再現したもののようで、桟橋の方を見てみるとたくさんの物資が運び込まれている様子が見えます。桟橋の中心あたりを見てみると物資だけでなく、このようにたくさんの戦車が運び込まれています。おそらく多くが日本から運び込まれたものでしょう。朝鮮戦争が始まると、当時日本で総理大臣をしていた吉田茂は国連軍に味方することを表明し、アメリカ軍の輸送を手伝っていきます。こうして船や鉄道を活用してたくさんのものを朝鮮半島に運んでいったのです。このジオラマにはプサン駅の姿が見えています。このプサン駅があるということは、大規模な火災が起きる前の光景を再現したものでしょう。こちらには税関がありますね。大規模火災が起きる前ということは40階段があるかなと思って、おそらくこの周辺だと思うんですが、どうも見当たりません。他に見えるものとしては、ここにも看板がありますが、こちらはアメリカ軍の第6師団の本部です。ちょうどいいので明日以降の旅行の説明を兼ねて、これ以降の戦況を確認しておきます。プサンに追い詰められた韓国軍ですが、矢印で見てわかります通り、このように反撃を行っていきます。海側から回り込むような形でソウル近くの港町であるインチョンに上陸したのです。これによって北朝鮮軍は背後から挟み撃ちされる形となり、どんどん撤退していきました。こちらがそのインチョン周辺の地図です。水色の部分が海ですが、海の中でも少し影のようなものが描かれているのがわかると思います。動画の冒頭でインチョン空港に着陸する際に少し説明しましたが、インチョン周辺は浅い海が広がっておりまして、ずっと干潟が続いているような地形です。現在ズームしているこの辺りがインチョンの中心地。国連軍はここに上陸していきました。しかし干潟が広がっている場所に上陸するというのはとても難しいです。国連軍がどうやってインチョンに上陸したのかという話は明日インチョンの現地を訪れますので、その際にしていく予定です。他にも展示はじっくり見ましたが、今回はカット。天気も良くなっています。明日はインチョンに行くと言いましたが、このプサンからは飛行機を使って移動します。その飛行機は明日の早朝に出発しますので、今日は空港周辺まで行って宿泊です。ということで移動を開始。まず最初はバスに乗って地下鉄の駅に向かっていきます。プサンは割とコンパクトにまとまっている街ですので、移動も簡単です。バスと地下鉄の後はモノレールに乗り換え。現在渡っている川が楽東港ですが、この川を渡ってすぐ向こう側には空港の管制塔が見えています。今回宿泊するホテルはその空港の駅の1個手前。どうやらこの周辺は交通の要衝ということもあり、産業に関連する建物が建っているようです。とにかくモノレールの駅を出て、目の前に見えてくるこちらの建物がエアプサンの本社。その右側にあるのが今回宿泊するホテルです。エアポートホテルという名前からも予想できますが、多分僕みたいな使い方をする人が多いんでしょう。チェックインを済まして部屋に到着。一人用にしては十分な広さです。とにかく荷物を置いて夜ご飯を買いに行きましょう。韓国の人々もたまにはコンビニでご飯を買って食べるということもあるでしょうから、本日は韓国のコンビニ飯を体験してみます。こちら日本ではなかなかお目にかかれないと思いますが、インスタント製のプデチゲ。なんだかよくわかりませんので、とりあえず開けてみることにしました。どうやら箱に書いてあるのを読む限りでは、ご飯を温めて食べるようです。なんかよくわかんないけれど、温めれば食べることはできるだろうということで、コンビニのレンジでチンしてみました。ということで完成したのがこちら。韓国の人々が作るのめんどくさいなと思った時は多分こういう料理を食べているんでしょう。実際に食べてみましたが、具がいっぱい入っているというわけではなさそうです。肉でお腹を満たすというよりは、米でお腹を満たす。そしてスープを味わうということでしょう。これはどこの国でも共通だと思いますが、パッケージの写真よりも少ないように感じました。よってもう少し食べることができますので、コンビニの内部を物色。ラーメンは辛いやつばっかですね。
そして最終的によく知っているポテトチップスとバナナオーレに落ち着きました。まあこれならどこの国に行ったって同じ味がするだろうということで実際に飲んでみて食べてみたんですが、予想通り慣れ親しんだ味と同じでした。ということで今日の旅行は終了。明日はプサンを離れてまたソウルの方に戻っていきます。日付が変わりました11月28日の金曜日です。まずは空港に向かっていきます。飛行機は6時50分出発ですので、1時間前には空港に着いておいた方がいいだろうということで、まだ6時にもなっていませんが活動を開始しています。そういう人は結構多いらしく、モノレールも結構人が乗っていました。さて向かっていくのは6時50分発のキンポ空港行きイースター航空の飛行機です。チェックインを済ませて手荷物検査へと向かっていきます。プサンのキムヘ空港からソウルのキンポ空港まで移動というなかなか紛らわしいフライトです。一応窓側の席を予約はできたのですけれど、さすがにね朝早いのでまだ眠たいです。外の撮影をする余裕はないかもなぁと思っていたんですが、とりあえず離陸するところまでは撮影できたけれど、その後ほぼ記憶がありません。気づいたら空の上にいました。朝日が昇っています。本来であればインチョン上陸作戦よろしくキムヘ空港からインチョン空港に飛んでいきたかったんですけれど、どうも国内線は飛んでいないようで、代わりに近くにあるキンポ空港を選んだという経緯でこのルートを通っています。寝ていたからすぐ着いたというわけではなく、本当に距離としてすごく短いのですぐに着きました。ということで2日ぶりのソウル旅行の開始です。空港に到着しまして向かっていくのはインチョンの市街地ですので、とにかく移動していかなければいけません。しかし早起きして朝ごはんを食べていない状況ですので、移動の前に朝ごはんを食べていきます。空港にあったフードコートで韓国料理を購入。広い場所に席が置かれていて、日本のイオンモールと同じようにこのような端末を渡されます。そして端末から音が鳴ったら料理を取りに行くというシステムです。今回はなんかよくわかんないけれど、とにかく食べたことがないものを食べてみようと思いまして、メニューから選んだこちら。後から検索して知ったんですが、こちらは韓国式ソーセージとも呼ばれるスンデといった料理です。ちゃんと説明するならば、豚の腸の中にもち米や春雨といったものを詰めて蒸した料理と言われています。なんかよくわかんないものをとにかく頼んで食べてみるというのも海外旅行の醍醐味でしょう。腹ごしらえも済みまして移動を開始。まずは地下鉄に乗って移動していきます。まずは南に移動して乗り換えです。乗り換え駅から先は地上を通って移動しますので、風景を楽しむことができるでしょう。西にある海に向かって1時間18分の移動です。韓国の風景は日本と同じように見えて、実は少し違うところがあるなと感じます。パッと見た感じだと日本の風景に見えますが、この電車の中にある椅子とか見たらね、なんか日本とは違うぞと気づけるんじゃないでしょうか。意外にあっという間に着きました。インチョン駅に到着です。駅前を出てすぐに目に入ってくるのがこちら、中華街なんですけれど、なるほど、インチョンという場所は中華街があるということは、中国の人々がここに移民として入ってきて定着したという歴史があるんだなとわかります。日本人がインチョンと聞いて思い浮かべるのはインチョン空港だと思います。その空港はこの島にあるんですが、現在僕がいる場所というのはその島ではなくこちらです。日本のことを思い出してみると、現在の東京、かつて江戸と呼ばれていたあたりには中華街は作られませんでした。というのもそこには将軍がいるからです。よって中華街が作られたのは江戸から少し離れた横浜です。それと同じようにこの韓国もソウルから少し離れた位置にあるこのインチョンに中華街を作らせたのでしょう。よってこのインチョンという町は日本で例えると横浜のような役割をしていた場所です。まだ時間が早いためお店は全然開いていませんが、中華街のメインストリートである坂道を一番上まで登ってきました。中華街はこの辺りで終わりですが、
さらに進んで坂道を登っていきますと公園が見えてきます。まだこの辺りは紅葉が綺麗で少しずつ葉っぱが落ちていっているところです。引き続き公園を奥の方に歩いていくと大きな広場に出てきます。この広場には展望台が設置されていまして、奥にはインチョンの海が見えています。こちらには島が見えていますが、こちらは月尾島と呼ばれる島で、朝鮮戦争の際に国連軍が行ったインチョン上陸作戦、その際にはあの島周辺で上陸が行われました。奥の方を見たらもしかして浅瀬が広がっている様子が見えるかなと思ったんですが、今は潮が満ちている時間なのでしょうか、少しここからは分かりにくくなっています。今乗っていた展望台はよく見ると船の形をしています。このインチョンという町が昔から港として栄えていたからこのようなことになっているんでしょう。そして奥の方を見ると銅像がありますね。こちらの銅像は日本人ならば馴染みがある人物だと思います。戦後の日本が占領統治を行われていた頃に GHQ の最高司令官として日本にやってきたマッカーサー元帥です。朝鮮戦争が勃発した際に日本にいたマッカーサーは日本にいたアメリカ軍を朝鮮戦争に投入し、それらの軍勢の指揮を取るような立場になっていきます。よってこのインチョンにマッカーサーの銅像があるんです。後ろの方のレリーフを見てみると何やら上陸している様子ですが、これはね、インチョン上陸作戦ではありません。レイテ沖と言いまして、場所で言うとフィリピンに上陸している様子です。これは第二次世界大戦中の上陸の様子ですね。ここにあったらちょっと誤解を生むかなと思うんですが、横にはちゃんとしたものがあります。こちらはインチョン上陸作戦がちゃんとうまくいっているかを確認しているマッカーサーのレリーフ。そして右側はインチョンに上陸している兵の写真を元にしたものです。ここで実施されたインチョン上陸作戦によって朝鮮戦争の形勢は一気に逆転していきましたので、韓国の人々にとってここでの戦いというのはものすごく重要なものです。ここには碑文が刻まれていますが、一番上には史上最も巧妙で大胆な戦略的一撃と書かれています。マッカーサーは周囲からこのインチョン上陸作戦は失敗すると言われて反対されていたんですが、そのような反対を押し切って見事作戦を成功させました。マッカーサーは韓国にとってまさに救世主だったのです。とはいえ、マッカーサー個人の力だけでインチョン上陸作戦が成功したわけではありません。当然兵の力もありましたし、その周辺で支えた人々の力もあります。そのようなインチョン上陸作戦の周辺の情報を得るためにまた移動していきます。ということでバス停にやってきました。このバス停ね、僕めちゃくちゃびっくりしたんですが、ここベンチあるの分かりますかね。これあったかいんですよ。ソウルは緯度が高いので暖房付きのベンチです。ぜひ日本にも導入してほしいと思いながらバスに乗り込みます。そして20分ほど南の方向に移動してきたでしょうか。ヨンスという場所にやってきました。この周辺にはインチョン上陸作戦の記念館がありますので、今向かっている場所はその場所です。バスを降りて10分くらい歩いていきますと見えてきました。こちらがインチョン上陸作戦記念館です。さっきと同じような地図がありました。駅や中華街があったのはこの辺りで、そこから少し南に行った場所が現在地です。現地にある博物館ということで、インチョン上陸作戦についての展示ではおそらく世界で一番詳しいんでしょう。入り口は大きな橋をくぐっていくような形になっていて、その橋にも様々なレリーフが刻み込まれています。おそらくこれは国連軍の人々でしょう。そんな石像が刻まれた橋をくぐって奥に入っていきますと、細い階段が見えてきます。どうやら入り口は結構上の方にあるようです。細い階段を登っていくと視界が開けて、目の前には大きい塔のような記念碑と、その足元に3人の兵隊さんが突撃している様子が再現されています。次の階段はさっきの階段に比べてみると少し横幅が広いように見えます。そのさらに奥に見えてくる階段は今登っている階段よりもさらに広いようです。ここまで登ったところで途中ではありますけれど、ここに出入り口を見つけました。反対側にも出入り口があります。とりあえず上に登っていきましょう。ということで一番上まで登りきりました。
3人の兵隊の足元にはハングルで何か書いてありますが、自由守護の塔と書かれています。先ほどマッカーサーの像があった場所は自由公園と名付けられており、朝鮮戦争は韓国において自由を守るための戦いであったと位置づけられているようです。ここではもう今回の旅行ではおなじみの国名が並んでいます。戦闘に参加した国と医療支援を行った国です。塔の後ろに注目してみると、こちらにも戦争の様子が刻み込まれていました。これはおそらくマッカーサーですね。インチョン上陸作戦の記念館ということもありまして、どうやら上陸作戦の様子が描かれているようです。これはもう僕の予想ではありますが、下の方の階段が狭く上の階段が広かったのは、最初の方に圧迫感を加えておき、最後の方でこのように開放感を与えることによって、来館者にインチョン上陸作戦の兵士になった気分を味わってもらおうとしているのではないかと思いました。近くにはこのように上陸を行っている兵の銅像があります。こちら、はしごを使っているのわかるでしょうか。実はこのはしご、日本で作られたということで有名です。朝鮮戦争において日本は後ろから物資を支援するという形で国連軍側として活躍していきました。それではいよいよ屋内に入って展示を見ていきましょう。まずはここまでのお話のおさらいから、北朝鮮軍が北からどんどん攻めていきますと、韓国軍はプサンに追い詰められてしまいます。それが昨日までお話ししていたプサン共闘法の戦い、こちらにテグが見えていて、プサンがこの辺りです。しかし追い詰められた国連軍は逆襲を開始します。そのきっかけとなったのがこのインチョン上陸作戦でした。インチョンに上陸した国連軍はソウルを占領。プサン周辺にいた北朝鮮軍はたまらず崩壊し、どんどん北へと逃げていきます。ここにはアメリカ軍が車両を輸送するために設計し使っていた船があります。このように戦車や車両、そして兵を積んでインチョンの浜辺に到着したところで、ここの扉を開き一気に上陸を行うという使われ方をしていました。我々も上陸作戦をしている気分になって先に進んでいきましょう。すると目に入ってくるのがこちら、インチョンの模型です。実際に上陸作戦が行われている時には、インチョンの海には所狭しと軍艦が並んでいたようで、まさにこんな光景が広がっていたんでしょう。こちらには航空支援を行うための空母も設置されています。上の方を見てみると、空母から飛び立ったんでしょう。航空機が空の上を飛んでいる様子が見えます。陸には北朝鮮軍が待ち構えていますから、そういった軍を爆撃するためのものです。ここには月尾島と書かれていますね。さっき見に行った島です。向こうで光っていますが、あちらが月尾島。さっき展望台からあの辺りで上陸作戦が行われましたというお話をしていましたが、あそこ見えますね。緑色の矢印があるでしょう。インチョン上陸作戦において一番最初に上陸した場所というのがあの辺りです。そしてさらにその奥には赤い矢印が見えてきました。あの辺りが第2陣が入っていった場所。そして第3陣が入っていった場所というのが現在僕がいるこの場所、インチョン上陸作戦記念館があるあたりです。ものすごい数の上陸部隊が陸地に向かっています。そのような上陸部隊はどこから来たのかというと、日本です。日本には当時たくさんのアメリカ軍がいましたし、国連軍の中には一度日本で集合して朝鮮半島のインチョンに向かっていった部隊というのもいます。また朝鮮半島というのは韓国併合以降日本の一部として扱われていましたので、日本人の中にはこの周辺の地形をよく知っている人もたくさんいました。インチョン周辺は干潟が広がっていましたので、大きな船が進んでいくと座礁してしまう可能性が高いです。そこで助かったのが現地をよく知る日本人の存在だったのです。さて、こうして国連軍が逆転しますと、38度線を越えてどんどん北の方向に進んでいきます。さすがに今回の旅行で北朝鮮にまで足を伸ばすことはしませんので、そちらの史跡を巡ることはできませんが、その後危機を感じた中国軍が参戦し、こちらに押し返してきます。こうして38度線よりも南側にまで押し返されて、ソウルまで陥落してしまいました。
これ以降前線は南に行ったり北に行ったりを繰り返しますので、ソウルは何度か陥落しています。そうやって何度か前線が行ったり来たりした後に休戦が結ばれて現在の状態になっているというのが朝鮮半島のお話です。その他、当時の兵が使っていた装備品や国旗に寄せ書きをしているものなどたくさん展示がありました。個人的にはインチョン上陸作戦の詳細な時系列が載っていたことが非常に助かりました。ここまで詳しい情報というのは本を読んでもなかなか見つかりませんからね。なお、ここにも野外展示がありました。実物を見ていると想像よりも大きいですね。戦車とか他にも車両が乗らないといけないですから、それは大きくないといけないんですが、とはいえ実物を見ることができるというのは規模感を理解するのにとても役立ちます。それではソウル中心部へと戻っていきましょう。移動をしている時間がちょうど12時から1時の間、もう昼ご飯の時間となっています。ということで次の目的地に向かう前にお昼ご飯を食べることにしました。調べたところどうやらカンナムあたりに一人用のプデチゲを食べることができるお店があるようです。ということでお店に向かっていたんですが、こんなものがありました。どうやらUber Eatsのように宅配便をロボットがしているようです。いや、屋外を通っているというのはなかなかすごいですよね。東京の方にはもしかしたらあるのかもしれませんが、少なくとも福岡ではああいうのは見たことありません。さて到着しました。こちらが目的地であるプデチゲ屋さん。以前韓国でプデチゲを食べた際には本当に一人用とは思えない量が出てきてね、もう死ぬかと思いましたので、今回はちゃんとインターネットで調べました。ということで辛ラーメン付きのプデチゲを購入。この量であればね、一人で食べれると思います。店内にはいろんな人のサインが飾ってあったので、多分芸能人の方が食べに来るんでしょうか。割と有名なお店のようです。こちらのプデチゲは日本語では舞台チゲと書きまして、こちらも文字からわかります通り朝鮮戦争に関連する食事です。アメリカ軍にはハムやソーセージ、他にも今でも沖縄にあるスパムとかそういったものがですね、物資として運ばれてきていたんですが、そのようなものが余った際に残飯として活用されたものというのが現在親しまれているプデチゲの原型と言われています。以前韓国で食べたプデチゲが美味しかった覚えがあったので、昨日コンビニで少し食べたんですが、あれじゃあね、量が足りなかったので2日連続ではありますが、今回はお昼ご飯にプデチゲをいただきました。特に美味しいのがこの食後の辛ラーメンで、韓国から帰ってきて以降結構ハマって日本でも食べています。最近では各種スーパーに取り揃えられていることが多いですが、もしない場合はカルディとかに行ったらね、置いてありますのでぜひ食べてみてください。ということでごちそうさまでした。いや、美味しかったですよ。韓国のご飯屋さんはこのお店みたいに一人用の食事を作ってくれたら嬉しいです。僕は全然知らないんですけど、多分有名な人たちのサインがいっぱい並んでいます。さて、ご飯も食べ終わりましたし、旅行を再開していきます。次に向かっていく場所はここから少し離れていますので、また地下鉄での移動です。ハンガンを下るようにして西へと向かっていきます。移動して地下鉄駅を出ていくと、韓国の国旗が並んでいる場所に出てきます。これは祝日だから国旗が掲げられているとかではなく、おそらく毎日掲げられているんでしょう。国としてとても重要な場所です。こちらは韓国の国立墓地です。奥の方にはヒョンチュムン、日本語で建中門が見えています。朝鮮戦争で死んだ人々、彼らを埋葬するために作られた墓地だったんですが、その後少しずつ形を変えていき、現在は韓国のために命を捧げた人々、彼らが埋葬される場所となっています。そのような場所ですので、この場所もただの観光地ではありません。誰でも中に入ることができるようにはなっていますが、どんな場所かを理解した上で入った方がいいでしょう。さっき見た門も韓国の伝統的な様式で作られた建造物でしたが、このようなお墓に関しても韓国の伝統的な様式が採用されています。現在韓国では火葬されることも多くなったようですが、本来韓国では土葬が主流でした。この国立墓地には国のために働いた大統領のお墓もたくさんあり、彼らのお墓はこのように
古墳のような形をしています。こちらのお墓は朝鮮戦争の際に大統領を務めていたイ・スンマンのお墓です。戦時中からアメリカで独立運動家として活動していたイ・スンマンですが、第二次世界大戦が終わるとアメリカから韓国に戻って初代大統領となりました。あそこには大韓民国初代大統領と書かれています。彼が生きた時代的にもやはり日本に対してはいい印象を持っていなかったようで、日本人である僕がお墓参りをしても本人は多分喜ばないかなと思いますが、一応お墓参りをしておきました。イ・スンマンのお墓は地図で見るとここ青い枠で囲まれていますが、視線をずらしてみるとここにも青い枠で囲まれたキム大中のお墓、そしてさらにこっちの方にはパク・チョンヒのお墓がありますので、どうやら青い枠で囲まれているのは大統領のお墓のようです。このように海外旅行をしていると自然と日本とその国を比較してしまいます。日本においてこういった場所といえばおそらく千鳥ヶ淵かなと思いますが、こんなに規模が大きくはありません。そのような規模の違いというのはやはり第二次世界大戦が大きく関連しているんでしょう。そしてこの韓国の旅行でいろんな場所を巡ってきた感じだと、韓国は歴史的に見ても第二次世界大戦よりも朝鮮戦争を重視する傾向にあるなと感じました。それもそのはず、朝鮮戦争は現在も続いている戦争です。というのも1953年に板門店で結ばれた協定というのは休戦協定であり、一時的に双方が合意した上で戦闘が停止されているだけというのが現在の状態だからです。つまり僕は今普通に韓国を旅行していますが、名目上は現在も戦争は終結しておらず戦時下の状態が続いています。明日はこの旅行の最後にそんな戦時下の韓国を象徴する場所へと向かう予定です。ということで到着しましたのが日本人がよく行く旅行先のミョンドンです。といっても僕はミョンドンを観光するわけではありません。明日の朝早くこのミョンドンからバスが出るので、今日宿泊するホテルはこの近くに取っているというだけです。ということで到着したのがホテルスカイパークセントラル、ミョンドンの中心部にあって観光にも最適なホテルです。今回通されたのは801号室、ソウルの中心部にあるホテルということで、今回の旅行で泊まってきたホテルと比べてみると面積としては狭いですが、一人で宿泊する分には十分すぎる大きさです。ここでも日本のコンセントが使えました。有名なホテルを選べば変換器を買うことはなく韓国を旅行することができそうですね。さて外を見てみると暗いですが、これは夜になったというわけではなく日付が変わっています。11月29日土曜日です。ミョンドンのお店もまだ全然開いていません。今日は DMZ、 日本語で言うと非武装地帯に向かうツアーを予約しています。まあ分かりやすく言うと韓国と北朝鮮の国境を見に行こうというわけです。 DMZ ツアーは結構人気のようで、このミョンドンにもたくさんのツアーバスが止まっています。ということでまだ日が昇っていない中、バスは出発、ソウルを離れて北へと向かっていきます。しかし非武装地帯周辺は軍事的に重要な場所ですので、現在も撮影できる場所と撮影できない場所というのが存在しています。よってこの動画でも全てお見せすることはしません。興味がある方は現地に足を運んでみてください。奥の方に見えていますが、あちらが検問所。後からここを通って中に入っていきます。とはいえ周辺は危険な場所ではありません。完全に観光地化されています。こちらは自由の橋と呼ばれている橋で、かつて朝鮮戦争の際に北朝鮮軍に捕まって捕虜となった人々が韓国に帰還する際に自由万歳と叫んで渡った橋を再現したものとなっています。実物はこの場所ではなく少し離れた場所にあったようです。こちらの機関車は朝鮮戦争の真っ最中にこの周辺を通っていたところ爆撃に遭いまして、それ以降放置されていました。時間が経ってこの機関車が発見されると、これは歴史教育に使えると考えられて、現在のこの位置に運ばれた後に展示されています。その他にもゴンドラに乗って川の対岸に渡るような経験もできました。このゴンドラの下の方を見てみると赤い三角形の看板が見えます。あそこには地雷と書いてあります。多分韓国におけるブラックジョークの一つみたいな感じだと思いますが、実際にあそこに地雷が埋まっているわけではないでしょう。完全にインスタ映えスポットみたいになっていますが、このようにのんきに観光できるのも非武装地帯のこっち側だけです。
ここにはキャンプグリーブスといったキャンプがあります。朝鮮戦争が休戦した後にもアメリカ軍はここに駐屯しており、約50年間使用していました。その後、韓国政府に返還された後に歴史教育、平和教育の場所として活用されるようになっています。建物の中は結構改修されているようですが、外観に関してはほとんど当時のまま、アメリカ軍が駐屯していた頃の様子を伺い知ることができます。本当はゆっくり見たいところですが、あまりゆっくりしているとバスに置いてかれてしまいますので、どんどん進まなければいけません。非武装地帯から約 2km しか離れていませんが、のんきにドーナツとコーヒーを味わうこともできます。こんなことができるのも現在平和が保たれているからでしょう。途中でいくつかのスポットを移動しますので、バスに乗るシーンもあります。おそらく多くの日本人が北朝鮮と韓国の国境と認識しているのはこの反門店でしょう。こんな感じの場所を映像で見たことがあるという人も多いと思います。昔はこの場所まで行くことができたらしいんですが、見学者の中に境界線をまたごうとした人物がいたらしく、現在は見学できなくなっているようです。とはいえ、山の上にある展望台には登ることができて、北朝鮮を見ることもできました。現在も冷戦の影響が残っている朝鮮半島。同じ民族であるにもかかわらず、一つの線によって現在も分断が続いています。